メシ旅 Season 5今回のメシ旅はマジでまた食べたい。小樽からフェリーで九州へないんです。あるわよちゃんと。それでは早速 Let's get it started 1. Hachi Ken Sapporo Ban Mi Kam On 今夜九州へ旅立つにあたりフェリーの中でいただく朝食にと新発見のバインミー屋さんへ。ものすごい8軒のディープでディープスノーな超住宅街の奥の奥の奥にありました。大好物のバインミーをフェリーで食べる朝食用にゲット。からの九州はガソリン高いのでね。丸紅花川でフル満タン給油ね。だ 2. Zenibako Ataru Men no Yume Koi と小樽出港深夜発のフェリーに乗り込む前に腹ごしらえしなくちゃってことで、視聴者さんに教えていただいた銭箱のラーメン屋さんで腹ごしらえ。なんと超破格550円ラーメンにびっくり。ねえ、安いからシンプルなスーラーメンかなと思いきやこんなにぐっさんぐだくさん超満腹です。こりゃコスパ最強食堂行きね。だごっちゃんした。いつも温かいコメントと美味しい情報をくださるグータッチ原監督ありがとうございます。また美味しいの見つけたら教えてくださいね。したっけね。 3. Ataru Ferry Terminal 荒れ模様吹雪の中21時23分フェリーターミナル到着も乗船する予定のフェリーは1時間遅延。海が荒れてるっぽいから不安でいっぱいのグリーンさん。ターミナルで乗船を待つ間到着船から降りてきたお客さんに揺れましたと思わず聞いてしまう。とりあえず皆さんゲロッパっぽくなかったので一安心。グリーンは徒歩乗船なので一足お先に。お茶は車で乗船待ちをするもうっかり眠り込んでしまい出港時間が迫り係員に起こされて慌てて乗船する始末。乗船の様子を車載カメラで撮影する予定だったのにうっかり撮影も忘れてとほほ。もうどこでもすぐねんだから。そうなんだよ、自分でもびっくりさ。なんとか乗り込み1時間遅れの出港後船内の散策を済ませ入浴急いでこちらへ。風呂もサウナもいただき就寝。サウナで久しぶりに寒さを感じましたね。ね、ちょっと60度くらいかな。なかなか汗出なくて参った舞鶴。最初混んでたんだけど40分ぐらいサウナに入ってたらサウナ出たっけ風呂に誰もいなくなってた。40分入りすぎでしょ。そう温まるよ。変な人。はい、こちらが今回メシタビーズ爆睡したツーリスト A というグレードの一番安い寝台。カプセルホテルのようなドミトリータイプですね。一部屋に9人ぐらい入るのかな。こういう部屋がずらーっと並んでんだけど閑散期なのかな、ガラッガラでした。どこでも寝れるメシタビーズには十分すぎる寝床だけど冬型の気圧配置で船は結構揺れ、常に震度3から4の揺れって感じ。歩くのもパパならない状態でしたね。いやままならないでしょ。コーヒーを沸かしたシミはごめんなさい。寝床にコンセントはあるけど変な場所にあるから長い充電コードがないとちょっと不便だね。Wi-Fi なしなのでコンテンツをあらかじめダウンロードしておくといいね。今回のフェリーは5メートル未満車両1台ドライバー1人込みで37,500円プラス同乗者1人で12,000円合計49,500円。これは一番安い季節料金ね。だすんごい揺れもなんのその爆睡して待望の好物バインミーを朝食にいただきますぞえ陽一。懐かしいね。元気かな松添さん。パンは柔らかくて美味しかったですね。ちょっと炙りたかったけどいい朝食になりましたね。私たちこういうところのレストランまあ行かないんでね。そうなんですよ。フェリーとゴルフ場で飯は食うなってね。大概こんな感じで食事してます。フェリーとゴルフ場のレストランさんごめんなさい。だって高いんだもんねえ
夕方小腹が減ったのでカップ麺もいただき、はい、いつも小学生のような2人です。さらに就寝。結構揺れてビビったよね。何度も目覚めたけど5度寝ぐらいしたかな。8度寝ぐらいしたね。21時間の船旅は長いからね。寝たね。だって寝るしかないっしょ。でも船酔いしなくてよかったね。4. Maizuru Kyoto Pekken 舞鶴着いたらまずは腹ごしらえ。到着が22時過ぎだったので選択肢はあまりなく、こちらが遅くまで空いてたので真夜中の中華。暗闇の中になんともレトロな町中華の明かりが。ねえ、なんかいい感じ。地元で愛される大衆中華店、強めの味が大衆を羽交い締め系の食堂でしたね。はい、ありがたい。23時まで営業の町中華。近所に欲しいタイプのお店だ。中華なんで腹パンイエ舞鶴の町はこんな感じ。ここは京都府の日本海側に面した人口8万人弱の町。有名な景勝地天橋立なんかがあるところだよね。天橋立は去年もスルーしちゃったんで九州の帰り道に寄る予定ね。 5. Maizuru Kyoto Tola Tola Center 舞鶴は街中に道の駅があったので今日はここで就寝することにします。結構深夜に到着することが多いので暗くてよくわかりませんが、トイレは清潔でいい感じ。なんと道の駅には珍しいイナックスが装備されております。おお、珍しい。道の駅でイナックスは北海道では皆無だよね。だ、おいちゃん、マグロは中トロ、ステーキはサーロイン、キャンディーズはミキちゃん、便座はイナックス派ですからね。イナックスのある環境は安心感が違います。なかなか幻のメキ1000シリーズにはお目にかかれないけどね。だそうです。とりあえず編集作業をちゃちゃっとやっておやすみなさい。おはようございます。意外と寒くてびっくり。最低気温はマイナス2度。そんな寒さの中でもさらに大型トレーラーが爆音でエンジンかけっぱなしの中でもぐっすり眠れました。いつものこと。先日16時間睡眠にもかかわらずね。フードマーケットが充実しててね、美味しそうなものがいっぱいあったんだけど歯を食いしばって我慢。はい、今日の朝ごはんは卵かけご飯って決まってますんでね。松葉ガニが高くてびっくりしましたね。タラバガニ並みの値段してましたね。ということで出発。 6. Hyogo Toyooka TKG Senmon Tentang Kuma 舞鶴から1時間ほどでこちらに到着。20年越しですかね。やっと来れました。タンクマさん、 TKG の火付け役と言っても過言ではないかな。卵かけご飯の聖地でございます。ここは卵かけご飯の専門店なのよね。なんと新鮮産みたて卵が食べ放題なんです。卵かけご飯定食、生卵食べ放題で500円。さあ何個食べれるかな。そんな食べれるものじゃないんですよね。チラウイのマザースで食べた時は5個だったかな。生だからね。調理器具とキッチンを使えるならかなりの数食べれるけどね。いやそりゃそうでしょ。でもこんなにさらりとした生卵初めてでしたね。ね、ジュルンとしてないのよ。不思議。混ぜる前は黄身がぷっくりしててつまめるくらいなのに。そうなんだ。目をつぶって飲んだら、あれ何飲んだのかな今っていう感じ。確かに。テーブルの上には3種類の醤油が用意されておりますが、私はかき醤油が一番美味しかったかな。かき醤油がいいね。タイ料理に丸飲みしてロッキーになろうかと思いましたが、2人とも3個ずつというしょうもない成績で終了。チン。ポンポン炊いたいになるからね。卵かけご飯も美味しかったけれども、同じ敷地内にはお土産ゾーンとスイーツゾーンがあって2度3度美味しいところでしたね。そうなの。
この卵を使って作ったスイーツたちが美味しかった。シュークリームはかなりグリーンさんお気に入りでございましたね、はい、ちょっと固めのシュー皮に人生で一番濃厚なカスタードと言っても過言ではないのではないでしょうか。このカスタードねえ、すんごい濃密濃厚なカスタードが美味しかった。アップルパイも酸味のあるリンゴちゃんと濃厚カスタードのコンビネーションが最高でしたね。これはぜひまた近くに来たら寄りたい場所だよね。ねえ。 7. Okayama Shock Door Yamato TKG とスイーツで腹パンになり、次なる目的地岡山に向かって走っておりますと、何やら飯旅号から異音が。後部からかこれは。ジェット機が上空を滑空しているかのようなサウンドがこれはやばいぞと思いつつなんとか目的地に到着ってことで、岡山表町商店街の一本裏にある、どう見ても洋食屋さんなんだけどラーメンもあるっていう摩訶不思議食堂大和さん。こちらは1948年創業の超老舗なんです。あまりお腹は減ってないんですが、工程上着いた時が食べる時、ガソリンが高いので無駄な走りは避けてたいですからね。ってことで、はい、カツカレー。お腹空いてないのにカツカレーですよ。おっとびっくり、ラード揚げのカツが嬉しいじゃないですか。テンションが若干上がりました。やっぱ老舗はラーカツ多いんだね。ラーカツあれ、ソースカツ丼のカツとカツカレーのカツが違うぞと思ったら、油が違うのかなと思ったんだけど、お肉自体が違うそうなんです。はい、グリーンはこのソースカツ丼一度食べたことがあったにもかかわらず、すっかり味を忘れておりました。一口食べて、はいはい、これこれ、記憶が蘇りました。ケチャップ系の甘みのあるソース、後味に和風だしを感じるのは渡すだけ。グリーンピースが映えますね。大中小とサイズも選べるから、食べ歩きする我々にはありがたいですね。すごいですね。グリーンピースが7個も乗ってますよ。この辺りはデミカツ丼っていうのが結構あるんだけど、ここのはデミというよりはチャップカツ丼みたいな、そんなイメージでございましたね。さようでございますね。 8. Takehara Hiroshima Michino Eki Takeha Land ということで、約400キロの移動お疲れ様でした。一息ついて、さて自作のナレーションのアテレコでも録音して寝るかと思ったんですが、まさかの雨が降ると録音できないんです。車での録音はね、屋根に雨がポツンポツンカンカラカンカンパ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 ンって音がうるさくなっちゃうんでね。はい、てなことで今日はこの辺でおやすみなさい。ということで、早朝からアテレコを済ませ、いざ九州へ。レッツラゴー。眠。 9. Shimonoseki Kalato Achiba 朝の6時に道の駅を出発。243キロ、約5時間強走り、九州は目と鼻の先ですが、本州最後の飯旅ポイント、下関は唐戸市場にやってまいりました。最強の町下関が誇る新鮮な魚を扱う唐戸市場で、祝日週末には寿司バトルなる催しが開催されてるってんでね。どなんかなーって来てみたら、アンレマ駐車場から大行列ってことで、近くの赤間町市営駐車場ってのを見つけてパーキング。最大で600円という低料金。市場の駐車場は1000円だったんで、結果オーライラッキー。イエいざ市場内へで施設に入ってみると、なんですかこの人だらけの寿司だらけでしたね。すごいですね。笑けるくらい
どのお店もネタがでかすぎじゃ。これはもはや日本の寿司じゃないぞ。そしてみんな外で食べてる光景がシュールすぎる。なんか一軒だけ異常な行列だったけど、覗いてみると一段と巨大な寿司がずらーっと。こりゃ飯旅担当管轄外かなと思いつつ、とりあえず何個か購入。フグ刺しもね。なんとなくこちらの港商店さんがキャッシュレス対応してたので、こちらで購入。ネタは新鮮で美味しいけどね、基本冷蔵ショーケースに並んでる寿司だから、シャリまで冷たくなっちゃってんだよね。シャリがね 1,2 時間放置して温まってきたら美味しいんじゃないかなと思います。まあおちょぼ口の飯旅図にはでかすぎるけどね。イートインスペースが見つけられなかったけど、中に食べるとこないのかな。ねえ、真冬の外食いはいくらなんでもサミー・デイビス・ジュニア。コンコンチ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 コンコンコンチコンサートリーって何やらせんの。 Jikai no meshtabi wa. Maji de mata tabatai. Sapporo koto ni kaiwai desu. Otanoshi mini. See you soon. 船は酔わなかったけどさ、今日ね、今ね、ちょっと飛行機の音が時々聞こえたかと思うんですけど、福岡の街中の秘密基地で録音してるんですけどね。はい。福岡ご存知の方いらっしゃるかもしれないけど、街の中に空港がありましてね、5分おきに飛行機が飛んできます。そうなんですよ。なのでね、録音する環境としては非常によろしくないんですけどなんせ福岡はもう2週間ぐらいいるもんですから録音しないわけにいかないです、夜中に撮りゃいいんですけど、夜中結構寝てるんでちょっとね、まだ福岡もなんだかんだちょっと寒いもんね。まだ雪ちらつき言ってましたからね、さっきね、雨降って雪みたいな。あんな揺れた船で酔わなかったんだよ、福岡のバスで酔いましたからねそうですね久しぶりにバス乗ったら、バスの運転が下手なんだよな。しょうがないね。タクシーのんちゃんにも俺何回か説教したことあるけど止まる時にね、ブレーキを抜かない人が多いんだよね。カックンって止まるんですよね、あれはね勘弁してほしいですね、プロのドライバーはね。そうだね、タクシーは腹立つ。あれ荷物運ぶ運転手はね、荷物倒れたりしないように優しく止まる癖がついてんだけども、ああそっか。人なんてもっと優しく運べよって思うんだよね。そうだね。自動車学校でも教えないんだよ。でもね、止まる時にブレーキは抜かなきゃダメよっていうのはね。確かに。グリーンさんはお父さんに教わったって言ってたけどね。そうそう、免許取り立てでそう音の車練習するじゃんか、その時に言われたね。カックンって言われた。クンはダメだって言われた。マニュアル車よりもすごい難しいんだけどね、オートマでカックンってならないように止まるのって、どうしても前に進もうとする力がオートマっていうのは働くから、本当に静かに止まろうと思ったらニュートラルにしないとちょっと難しいんですよ。特に日産車のオートマはカックンってならないと止まれないっていう弱点がある。あ、そうなんだ。もう改良されたのかな。ちょっと昔のローレルに乗ってた時にね、何十年前やね。すごい危ない目に何度もあってんでね、日産のオートマこれ冬道じゃダメだよと思って、その信号待ちで止まっててもブレーキ踏んで止まってんのに、要するにクリープって言って前に進もうとする力が強すぎて、後輪がね、後輪 FR 車だったんで、後輪駆動車だって回り出しちゃうんだよ。そうするとね、ツルツルツルって横滑りして隣の車にぶつかっちゃったりとか、この前見たでしょ。見た。エクストレイルが信号待ちしてんのにズルズルズルって横にスライドしたの。わーって言って。あれ怖い。なってないのかな。日産のオートマ皆さん注意してください。ツルツルテカテカの路面の時はニュートラルにした方がいいですよ。今噛んだ。言えてたと思う。こちらで確認してくださいということで、いや福岡の屋台楽しかったですね、昨日はね。大学生と一緒に卒業旅行で来ている大学生と一緒に、しかも日産車買っちゃったって言ってたのにそうだいや冬道走んないんならいいけどね。
も走るでしょうけどね。エクストレイルであれはダメだよ。いやリアルにそうだったね、雪道で。はい、皆さんお気をつけくださいませ。はい、ということで今日の晩ご飯は何食べようかな。カツカレーにしようかな。毎日カツカレーね。